皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1975年に宝から発売された、マグネモ、鋼鉄ジーグの当時もの、と復刻版も紹介します。鋼鉄ジーグ、360度、回転、鋼鉄ジーグ、ナックルボンバー、発射、鋼鉄ジーグ、スピンストーム、発射、マグネモ、鋼鉄ジーグは、厳密にはマグネモ11と言いますが、関節部分の球体直径のミリ数なので、他のミニシリーズなどには、マグネモ8などもありますけども、通称マグネモと言われます。ポピーの超合金に対抗して販売されたマグネット合金玩具で、永久磁石を使用して、パーツの合体を再現したことが、アニメの合体とマッチして、大ヒットし、半年ちょっとで100万個を突破する、超特大ホームランを、かっ飛ばしたおもちゃ、でした。超短距離走者の激走かと思われましたが、アニメ、鋼鉄ジーグは、1975年10月5日から、1976年8月29日の、全46話で終了、全92話のマジンガー Z の半分以下で、グレートマジンガーや、ブレンダイザーのような関連する続編もなく、アニメ制作会社の異なる、ゴワッカー5、ゴーダムや、マグネロボが、キーンと、玩具シリーズとしては続きますが、番組的な関連性はない中で、1980年の最後のパンサーロイドセット販売まで、足掛け5年もの長距離ランナーとして販売された、玩具史に残る名作です。身長は10メートル、体重 2.5 トンと、スーパーロボットの中では小型で、サイボーグの主人公、柴博が、頭部に変形して、ボディと合体して戦う異例のロボットで、GOG 鉄鋼合金でできていて、ジルーは、エネルギーで動くマグネロボです。オリジナル1機も、1998年復刻版も、経年の違い以外は、特に変わった部分は、鋼鉄ジーグ本体には、ありません。標準で付属している、ドリルパーツは、様々な合体、変形のバリエーションが可能で、手足がドリルになったりする、宝からの提案以上に、子供たちは、ふざけた、合体バリエーションで、笑って遊んでいました。また、付属アイテムで、ドリルパーツを背中に装備させることも可能でした。マグネモ、鋼鉄ジーグは、超合金ほど多くの金属を使用してなく、磁石の分のコスト調整と、マグネットで、変なところに、くっついてしまうのを防ぐ目的から、表面は樹脂パーツで造形された箇所が多い玩具でした。ですが、その利点を生かして、樹脂パーツの成型色で、塗装工程を大きく減らしていて、顔やボディなどの細かい色分けができて、さらにアニメよりも、ソフビよりも、スタイルがかっこいい、鋼鉄ジーグは、マジンガー Z の横に置くと、圧倒的なプロポーションで、マジンガー Z や、グレートマジンガーよりも、100円ほど高価でしたが、そのサイズの大きさと、豊富なカラーとスタイルの良さは、当時の子供の目にも明らかにかっこよく映りました。マグネモ、鋼鉄ジーグは、王者の超合金にも、強烈なインパクトを与えた玩具で、全くの同年同日の放送開始になった、UFO ロボブレンダイザーと比較しても、そのプロポーションは圧倒的でした。その上、マグネットでパーツが合体するギミックで、超合金を超える9箇所の関節が、多方向に稼働するギミックが受けて、大ヒットします。一方、ブレンダイザーは、スペーザーとの合体ギミックを考慮していたために、1975年内の販売に間に合わず、1976年に入り、急遽、異例中の異例で、超合金ナンバーなしで、スペーザーなしの単体ブレンダイザーを投入し、1500円で販売します。1975年12月発売の雑誌にも、マグネモ鋼鉄、ジーグの製品版の写真は掲載されますが、翌年の1976年2月でも、まだブレンダイザーは単体販売で、ポピニカのスペーザーは出ていますが、超合金のスペーザー合体までは、まだ時間が必要でした。マグネモ、鋼鉄ジーグは、ビッグシューターの販売までは当初から考慮されていましたが、すごい勢いで売れるマグネモ鋼鉄ジーグは、4月に入ると、さらに合体アイテムとして、ジーグバックラー、ターンサロイド、マリンパーツ、スカイパーツを、毎週1アイテムの追加を順次放送し、宝も、これらを販売。ターンサロイドはアニメと少し異なる宝アレンジがあるものの、マグネモシリーズとしてパワーアップに成功します。ポピー側の待ちに待った。デラックス超合金ブレンダイザーは、ゴールデンウィーク前に、やっと登場することになり、超合金全体での巻き返しに力を入れます。アニメでの5月30日から、ダブルスペーザーの追加、7月にマリンスペーザー、8月にドリルスペーザーが、アニメは追随していきますが、超合金では、
あまりに鋼鉄ジーグの追加メカに似ているので、商品化は見送っています。ポピーは、このマグネモ鋼鉄ジーグのプロポーションに対抗して、1979年になって、新金型でサイズをぴったり合わせた、足の長いマジンガー Z を販売したほど、確実にマグネモ鋼鉄ジーグは、王者ポピーの超合金に大きな影響を与えたマグネット合金玩具でしたので、もし、超電磁ロボ、コンバトラー V の版権を、宝が取っていたら、と、考えてしまいます。ナックルボンバーは、ロケットパンチとは異なり、10本の指を、絡めて組んだ両手首を、同時に発射するのですが、サイズ的に、指までは稼働しないので、おもちゃとしては、ほぼロケットパンチで、スイッチが工夫されているくらいですけども、それでも、アニメも玩具も、工夫していることは、子供でもわかるので、ナックルボンバーを楽しんでいましたのでご覧ください。多色のマグネモ、鋼鉄ジーグは、色や形状は、アニメとは、かなり異なっているのですけども、それを感じさせない、アレンジは、宝の得意技で、厳密には、鋼鉄ジーグにはブルーはなくて、腕は緑で、胸の下のブルーも、腕とのバランスで入れてますが、本来はライトグレーで、胸のイエローに縦に入るラインもブルーではなくて、緑です。またパンツのように、ウエストが水平ラインの形状ですけども、アニメでは、スピンストームの横は高くて、そのサイドは水平よりも低い、左右が S 字ラインになっていて、パンツもライトグレーです。また、腕と足のイエローのラインは、突起の造形だけで、塗装はしていませんが、その分、手足がアニメよりも長く作られているので、あまり違和感がありません。1998年の復刻版の箱は、写真は異なり、デザインは継承していますが、シールなどの配置が異なります。また、背中のドリルの先端が丸いのは、当時のマグネモ、鋼鉄ジーグ2機の時に、安全のために金型を修正した、2機版の金型から出したものだからで、厳密に言えば、復刻版は2機の復刻です。鋼鉄ジーグの、スピンストームは、ジルーはエネルギーを渦巻き状に噴出させる前半の必殺武器で、おもちゃでは、ジルーはエネルギーの渦巻きはできないので、赤いミサイルのような表現になっていますが、まずは、ご覧ください。スピンストームは、ほとんど1年前に放送された宇宙戦艦ヤマトの波動砲を、威力の度合いは抑えていますが、ロボットの腹部に装備してしまったような、光線やミサイルとは違う表現の武器で、その後、マグネットタワーとして、スピンストーム発射口から強力な磁力を放射するマグネットというワードにパワーアップして、改名しているのも、わずか半年で100万個を売り上げた、この玩具が売れたパワーかもしれません。鋼鉄ジーグのマグネットタワーの変形、合体は、それまでの巨大ロボットと大きく異なる魅力で、この部分の玩具でも磁石を使用したマグネモ、鋼鉄ジーグは、ストレートに子供たちを魅了しました。当時は、さらに、ブラックやホワイトバージョンを発売、頭部は同じパーツでしたが、復刻で発売されたブラックは、頭部ほか、復刻とは言えないくらい、オリジナルのすごいカラーリングで販売されました。クリアジーグも販売され、頭部やドリルパーツなどもすべてクリアで造形された一品でした。また、鋼鉄ジーグは、海外でも、ジーグロボットとしてヒットして、イタリアでは特に大人気で、ジーグロボット、ダッチャイオ、として、今も、根強い人気の日本アニメとして知られ、世界でも、人気のアニメで、海外のファンにも、憧れになっている宝の玩具です。そんな夢のマグネモ、鋼鉄ジーグの動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。